皆さんお疲れ様です。株式分析作業員ののんびりです。本日は株式分割によって1株150円台となり、多くの方から注目を集めている NTT 証券コード9432の点検を行います。直近の株価は少し重たい展開が続いていますが、今はおしめ買いのチャンスなのか、最近ニュースになった住信 SBI ネット銀行の子会社化や自社株買いは私たちにどう影響するのかといった現場の疑問について、各種データをもとにしっかり安全確認していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートで会社の現在の健康状態をチェックします。1つ目、配当利回り。基準は 3% 以上に対して NTT の実績は 3.46%、 判定は合格です。2つ目、 ROE。 基準は 10% 以上に対して実績はほぼ 10% 付近、判定はほぼ合格です。3つ目、自己資本比率。基準は 50% 以上に対して実績は約 34%、 判定は不合格です。4つ目、配当成功。基準は 50% 以下に対して実績は 40% 台、判定は合格です。補足として還元姿勢。15期連続増配予定、強力な自社株買い完了、判定は特々 A です。のんびりの一言。自己資本比率、つまり会社が自前で用意している返済費用の資材の割合は低めですが、これは未来に向けた巨大なインフラ投資を進めているためです。稼ぐ上手さを示す ROE は優秀で、何より配当成功を安全圏内に保ちながらの連続増配や自社株買いの姿勢は非常に高く評価できますね。次に事業内容の点検、稼ぎの柱です。 NTT が現在どこで稼いでいるのか、セグメントごとの売上高構成比を点検します。2024年度の営業収益13兆7477億円の内訳はこちらです。グローバルソリューション事業は 39.6%、 総合 ICT 事業は 29.6%、 地域通信事業は 19.8%、 その他は 11%。 NTT といえばスマホや固定電話のイメージが強いですが、今や稼ぎの約 40% は国内外のシステム開発やデータセンター事業が占めています。安定した通信インフラという盤石な基礎の上に IT ソリューションとデータセンターという成長性の高い高層ビルが建っている非常に強固な事業構造になっています。続いて業績の軌跡点検、過去5年の推移です。過去5年間の売上高と営業利益のトレンドを見てみましょう。2025年度修正予想、売上高14兆1640億円、営業利益1兆6600億円。売上高は着実に右肩上がりで成長を続けています。一方、直近の営業利益が少し売っているのは携帯料金値下げの影響に加え、未来の稼ぎ頭となるデータセンターや AI 分野への先行投資を強力に推し進めているからです。現在は AI とデータセンターという第3の波に乗るための足場固めをしっかり行っている段階といえます。次は財務の深掘り点検です。続いて会社の健康状態を示す貸借対照表 BS の状況です。 NTT の総資産は約30兆円という巨大な規模を誇ります。先ほど自己資本比率が低めだとお伝えしましたが、これは中期経営戦略として5年間で約8兆円の成長投資という大規模な資材搬入を行っているためです。借入金は増えていますが、本業で稼ぐ現金 EBITDA は2倍程度でコントロールされており、財務の安全性は十分に保たれています。借金をしてでも未来の成長エンジンを構築する攻めの財務戦略が取られています。続いて還元姿勢の点検、配当と自社株買いです。株主への還元姿勢を点検します。会社は継続的な増配と機動的な自社株式の取得を基本方針に掲げており、2026年3月期で15期連続増配となる1株当たり 5.3 円を予定しています。ここで特に注目したいのが自社株買いです。市場に出回る株式数を会社自ら買い戻して減らすことで1株当たりの価値をぎゅっと高める重要な施策です。 NTT はこれまで非常に大規模な自社株買いを行っており、2024年度までに累計で約 5.7 兆円もの取得を実施してきました。さらに今年度設定した上限2000億円15億株の自社株買いについても2026年2月17日をもって上限金額に到達し、無事に全額の取得を完了させています。
株主を大切にし、しっかりと利益を還元していく現場の熱意がひしひしと伝わってきますね。6つ目は直近決算と将来目標についてです。最新の2025年度第3四半期決算を確認します。営業収益は10兆4210億円、前年同期比 3.7% 増。営業利益は1兆4571億円、同 4.1% 増としっかり増収増益を確保しました。この業績を牽引している要因の一つが金融などのスマートライフ事業の成長です。そしてここで重要なのが NTT グループが2025年10月1日付で住信 SBI ネット銀行を連結子会社化したことです。これはつまり住信 SBI ネット銀行の売上や利益が丸ごと NTT グループの成績に合算されるようになったということです。ドコモのモバイル通信と銀行、決済 D 払い、ポイント D ポイントといった金融サービスをセットで提供する金融エコシステムを進化させることでお客様の利便性が飛躍的に向上します。生活に欠かせない機能をワンストップで提供することはドコモを長く使い続けてもらうための強力な囲い込みにつながり、新たな収益の柱として見事に機能し始めています。加えて未来の成長ドライバーである AI 関連の受注実績も第3クォーター累計で1478億円に達するなど、次の目標に向けた足場は着実に組み上がっています。最後にチャート需給点検です。現在の株価は154円付近です。ここで最も注意すべきは信用倍率です。現在信用倍率は非常に高い水準にあります。これは信用取引で株を買っている人たちが積み上がっており、上値にやれやれ売りの大渋滞ができている状態です。この分厚い売り圧力をこなすには相当の時間とエネルギーが必要になります。結論、のんびりの判定です。 NTT は安定した通信事業の地盤の上にデータセンターや AI、 そして住信 SBI ネット銀行を活用した強固な金融サービスという強力な成長エンジンを搭載した極めて優秀な巨大企業です。累計 5.9 兆に迫る自社株買いや連続増配といった株主還元への誠実な姿勢も申し分ありません。ただし需給面を考慮すると短期間での株価の急上昇は期待しにくいというのが現場のリアルな見立てです。したがって焦って一括投資をするのではなく、配当利回り 3.5% 前後を一つの目安として毎月コツコツと買い増していく長期分散の資材搬入が最も理にかなった投資戦略と言えます。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったという方はぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。それでは皆様、本日もご安全に。